はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、以前挙げたホールエフェクトスティックの違和感の正体っていう動画の続きをやっていきたいと思います。あの動画ではですね、ホールエフェクトスティックっていうのは、レスポンスカーブが低感度になっているということを説明しました。従来型のスティックは、しっかりリニア、直線上のレスポンスカーブになっていますが、ホールエフェクトスティックは、少しね、曲線になっていて低感度なレスポンスカーブになってしまっているっていうことですね。それが違和感の正体ではないかということを、説明しました。ただね、その動画ではまだそのホールエフェクトスティックがなぜ低感度になるか、その原因までは説明しきれませんでした。今回はですね、そのホールエフェクトスティックが低感度になる原因っていうのを突き止めましたので、解説していきたいと思います。今ここにですね、エレックギアの既存のね、コントローラーのスティックをホールエフェクトスティックに交換するキットがあります。ここに私のデュアルセンスエッジがあるんですけど、このね、右スティックは以前の動画でも説明した通り、ドリフトしていました。なので、この右スティックをホールエフェクトスティックに交換してあります。このキットはね、2つホールエフェクトスティックがついてくるので、もう片方はね、ここにこうやってあるんですけど、交換したデュアルセンスエッジのスティックもここにあります。これはね、従来型の接触式センサーになってますね。で、この2つをちょっとこれから分解していきたいと思います。それで中の仕組み、構造をちょっと調べたいと思います。それがホールエフェクトスティックが低感度になっている原因にね、すごく関係があります。そしたらね、分解をやっていきましょう。はい、ちょっとね、汚いマットで申し訳ないんですが、まずはデュアルセンスエッジについていたポテンショメーターがついている方のね、従来型のスティックから分解していきたいと思います。左右の爪をこうやって開けてあげると普通にこうやって開きますね。それでここにスティックをね、こう倒すと回転する部品があってですね。はい、この赤い部品ですね。この部品がスティックを倒すと回転しているのがわかるでしょうか。この部品が回転すると、このね、センサー側の白い部品もですね、こうやって、はい、こうやって回転するようになってます。これでですね、これがワイパーと呼ばれる部品になっていてですね、これを取り外すとですね、はい、このようになってます。見えるかな。すごい微妙なんですけど、ここに突起があります。そして、この突起がね、ちょっと浮いてるんですね。わかるでしょうか。すごい微妙なんですけど。はい、ワイパーが浮いていて、ここが、この黒くなっているところですね。抵抗体と呼ばれますが、この抵抗体に擦れることで、このようにね、回転して抵抗体に擦れることによって、その位置によってね、電圧が変わるっていう仕組みになってます。ちょっと私その辺のね、電子部品とか電子回路については全く詳しくないんですけど、大事なことはですね、従来型のポテンショメーターは円を描いていて、その円の円上の位置で抵抗値が、電圧が変わるっていう仕組みになっているってことがとても大事です。そしたらちょっと元に戻しておきたいと思います。これは多分ね、ちょっと再利用するかもしれないのでね、多分これ接点復活剤でも拭いとけばまたね、ドリフトなくなって復活すると思うんでね。はい。そしたらこっちのですね、ホールエフェクトスティックの方も分解していきたいと思います。同じように左右の爪を引っ張って、左右の爪を開けてやると開きますね。はい、開きました。はい、こっちも先ほどの接触式センサーのスティックと同じで、ここにね、赤ではなく黒ですけど、軸があって、これがスティックを倒すと、はい、回転するようになってます。
どうやったら見やすいかな。スティックの倒した角度と同じ角度だけ回転しますね。でこれがホールエフェクトスティックのセンサーの内側になってます。はい、ここにもね、さっきのセンサーと同じように角のところがあって、これがこうくるくる回転するということですね。でちょっとこれをね、またさっきと同じように外します。はい、外すとこのようにですね、ドライバーにひっついてきます。動くやつにはここにこのようにですね、磁石がついてるんですね。磁石だけしかこの白いね、回転する部分にはついてないです。そしてこの緑のケースの方にはこのようにホールエフェクトセンサーのね IC チップみたいなものがねくっついてます。この黒いね四角い塊みたいになってるのがそれですね。これがホールエフェクトセンサーですね。でこの磁石はこのようにですねはまっていて、中立位置ではよいしょ、ホールエフェクトセンサーの真上に来ています。そしてこれが回転するように移動して、磁石が回転するような運動で移動してですね、ホールエフェクトセンサーから離れていきます。このね、磁石が回転しているっていうことがすごく大事なね、ポイントになってきます。ホールエフェクトセンサーとこの磁石の距離っていうのは実はですね、この円運動でいる磁石との直線距離になっているっていうのがミソですね。ちょっとね、その辺詳しく図解したいと思います。はい、これが最初に説明した従来型のポテンショメーターの構造になってます。ワイパーがね、こう、スティックに直結しててですね、これが回転することによって、この電流の流れがね、ちょっと変わるんですね。左側に回転させると、このように抵抗体を通る距離が短くなってですね、右側に回転すると抵抗体を通る距離が長くなって、抵抗が増して電圧が減るっていうね、そういう仕組みになってます。この距離っていうのは結局のところ円はあんま関係なくてですね、直線になってるんですね。なのでこれポテンショメーターっていうのはリニアなレスポンスカーブになるっていうのが、まあシンプルなね、ちょっと単純化しすぎではあるんですけど、シンプルなまああれですね、リニアな理由になります。ホールエフェクトセンサーのスティックの動きっていうのはですね、さっき見たようにセンサーの IC チップがあって、その上にね、中立位置では磁石が来てます。この磁石がこう回転するとセンサーから離れます。離れた時のこの磁石とセンサーの距離っていうのはね、直線距離になってますね。こっち反対側に移動してもね、同じように直線距離っていう風になってます。この直線距離っていうのは要するに弦なんですよね。円の弦って中学生あたりで習ったと思うんですけど、でこの直線距離ってこういうね、サインの正弦波のカーブを描きます。これもしその直線距離とホールセンサーが出力する値が反比例するとするんであればですね、このリニアの線に対してこういう黒い線を描くはずなんですね。これってまさに低感度なレスポンスカーブっていうことになります。実際デュアルセンスエッジのこのスティックをエレックギアのホールエフェクトスティックに変えると、この青いね下側の線のようにですね、低感度なさっき見たこのカーブのような感じのねカーブを描きます。これはまさにですね、ホールエフェクトスティックっていうのはセンサーからこの磁石の直線距離に反比例した値が出力されているっていうことを表していると思います。これがホールエフェクトセンサーっていうのがね、低感度になっている理由なんじゃないかなって私は感じました。これね、実は正確ではなくてですね、これだけではですね、ホールエフェクトセンサーには IC チップが載ってて、で基板があったと思うんですけど、やろうと思えばそこでね、このね直線距離をうまくねこうリニアに補正することもできるはずなんですよね。実はですね、センサーのカーブっていうのはポテンショメーターも含めてですね3種類あります。
A カーブ、B カーブ、C カーブってあってですね、回転角度に対して抵抗値、要は電圧の値っていうのが変わるような、どのように変化するかっていうのを表すカーブでですね、A カーブだとレスポンスカーブにすると多分高感度になるんですけど、C カーブだと低感度って感じですね。で、B カーブがリニアになってるんですね。で、純正コントローラーのポテンショメーターっていうのは B カーブになっているってことですね。ホールエフェクトスティックのこういうね、今の現状出てるセンサーっていうのはもうね、この磁石の動きから得られたこの、電圧ですよね。をそのままね、センサーが出力する値として出力しちゃってるんじゃないかなっていうのが予想です。だからこの C カーブのようなね、どっちかというとこっちの方が分かりやすいですかね。この黒い線のようなね、低感度なカーブを出力してしまってるんじゃないかなと思います。できたらこの B カーブのようなリニアなカーブにホールエフェクトセンサーのスティックがね、ちゃんとね、出力を出してきてくれればいいっていうね、それだけの話なんだろうなっていうのがね、今回ね、このエレックギアにデュアルセンスエッジの、スティックをね、乾燥した時に、分かったことですね。はい。それでですね、そういうリニアなカーブを出すね、B カーブを出すホールエフェクトセンサーっていうのは実現できないのかというとですね、実は調べてみると旭化成のね、サイトにこんなリニアホール IC の原理とアプリケーションっていうね、ちょっと技術系のなんかページがあってですね、そこに操作用入力レバーでもリニアは実現できるよっていうね、ことが書いてありました。やり方はね、円形磁石をこのようにね、ヒンジの方に、取り付けて、それでホール IC のね、真上に持ってくるということで、リニアなカーブが実現できますと言っています。こういうやり方のホールエフェクトセンサースティックが出てくればですね、接触式センサーと同じようにですね、リニアなカーブを出力できるようになるんだろうと思います。なのでね、この辺、ホールエフェクトセンサーのスティックっていうのはまだまだ改善の余地があるんじゃないかっていうことですね。あと気になるとすればですね、こういうホールエフェクトセンサーっていうのを、ホールエフェクトセンサースティックっていうのをね、実現するにはコストがかかるんじゃないかっていうところなんですけど、パッと見ね、円形磁石とか別に高いものではないだろうし、そんなにコストもかからずにこれは実現できるんじゃないかなっていうふうに私は思います。なのでね、ぜひね、ホールエフェクトセンサースティックを作っているね、会社はね、こういうのを取り入れてくれたらいいのになっていうのがね、私の、そうですね、今回、ホールエフェクトが低感度になる理由っていうか原因ね、を調べて、ちょっと思ったことですね。はい。そしたらですね、ここからは、エレックギアのホールエフェクトセンサーにデュアルセンスエッジのスティックを乾燥した時の様子を見ていただこうと思います。内容物っていうかね、入ってるものはこんな感じで、スティック以外にもですね、ハンダ吸い取り線とか結構いろんなものが入ってます。スティックを外しやすいようにするための、なんて言うんですかね、こうデソルダリングパッドっていう風に言ってますけど、そういうね、金属製の部品も入ってました。あとですね、ちょっとさっきの話の補足なんですけど、ホールエフェクトセンサーのスティックっていうのは、センサーの値が直接ね、出力されているわけじゃなくてですね、コントローラーによってはですけど、補正をかけてるっていう場合が結構見られます。実際ですね、先ほどお見せしたですね、ホールエフェクトセンサーはこういうリニアじゃないカーブの値を出力しているんじゃないかっていう風に言ったカーブよりもですね、特に中立付近ですごく低感度な、出力をしている例っていうのがかなり多いです。でね、それをする理由っていうかね、そんな風に中立付近を低感度にしている理由っていうのはもう受注ハックですね。初期状態でのドリフトっていうんですかね、それを、なるべく、しないようにするためっていうのが、
メーカー側のね思惑っていうかね、そういうことなんだろうと思います。なんでね、そういうやり方でドリフトをしないように見せるっていうのはですね、実際はそのコントローラーのね、なんていうんですかね、価値が下がる行為だよっていうのをね、私はこうやって動画にしてですね、伝えていけたらいいなっていうふうに思います。そしたらいつかは全部リニアなスティックになってくれるかもしれないですね。正直あんまりそこは期待薄かななんて思ってたりしますけど、やっぱりね、ドリフトしないって言って買った製品が初期状態でねドリフトしてたら、そりゃ返品したり交換したりっていうことになってきますもんね。そしたらやっぱりメーカーとしては嬉しくないですからね。できるだけ中立付近を低感度にしちゃってですね、最初から初期状態のドリフトはないよっていう風に見せかけた方がいいんだろうなっていう気はします。はい。で、これでデュアルセンスエッジのスティックモジュールのね分解が終わりました。ちょっと接着剤がついてるんで取りづらいんですけど、端子側のね隙間からちょっとこじってやればパカってね開きます。はい。でスティックのこの傘も外して、で組み立ててたらですね台を取り付けてやって、でソルダリングパッドの当たる位置を確認してます。でここでフラックスをねもともとついてるスティックセンサーモジュールのハンダのところに塗っていきます。フラックスはねこのエレックギアのキットに入ってないんですけど、絶対にねこの作業するときは必要だと思います。なので別途購入されることをおすすめします。ちなみにですけど、エレックギアのこのホールエフェクト交換キットってハンダ付けの作業の難易度がめちゃくちゃ高いです。私はハンダ付け自体そんなちゃんと習ったこともなければほとんどやったこともないような素人同然なんですけど、もう本当にできるかどうかわかんないっていうか、もうねこんなの絶対無理やろって思いながらやってたぐらいなんでね、なんかハンダ付けとしては難しいポイントが2箇所ぐらいあってですね、取り外すところまではそこまで難しい感じはしませんでした。こんな風にね、でソルダリングパッドにハンダを持って熱伝導率っていうかね、熱伝導性を上げてやって、ハンダごての熱をしっかり伝えてね、でこうやってしっかりでソルダリングパッドについている穴をもともとついているスティックの、端子っていうんですかね、そこにはめてやればこういう、外れます。ちょっと失敗してね、ああやってハンダを撒き散らしたりっていうハプニングもあったんですが、はい、これで取ることができました。もうすでにこの時点でだいぶ不安になりながらやってます。はい、スティックが外れたらですね、基板のね不要なハンダっていうのを外していきます。今はねどこのハンダを吸い取っていけばいいのかを確認しているところです。ここでねスティックを外す時とこのね吸い取り線で吸っていく時両方気をつけてほしいのが、他の部品をね外してしまわないことっていうことでね、俺もかなり気を使う作業で、しかもこのハンダを掃除する作業っていうのが一番時間がかかったかなっていうぐらい大変でした。ただここで綺麗にハンダを取っておかないと後で新しいねセンサーを取り付けることができないので、しっかりきれいに掃除しておきます。全部掃除し終わったら新しいセンサーモジュールを取り付けていきます。取り付け自体は簡単で、ちゃんとね穴に合うようなセンサーになっているので、そのままはめれば OK です。この時絶対にね浮かないようにしっかりと奥まで差し込んであげる必要があります。でまたフラックスをちょっと足してあげて、ハンダの乗りを良くしてあげてですね、で、ハンダを持っていくんですが、実はここですぐにハンダを盛るんじゃなくてですね、先にキャリブレーション PCB っていうねちょっと上の方に見えているオレンジ色の基板を乗っけてあげて、それからハンダをした方がいいです。ちょっと手順を間違っているんですけど、もうすでにハンダをねし始めてしまってます。
単純にこうやってスティックをつけるハンダをすればいいだけであれば大して難しくはないんですが、このキャリブレーション PCB をハンダするのがとても難しいですね。はい、ここでキャリブレーション PCB を取り出してつけようとしています。位置合わせ自体はそんなに難しくなくてですね、割と簡単に位置を合わせることができるんですが、このキャリブレーション PCB をしっかりと基板に押さえつけてですね、隙間なくしてあげる必要があります。で、X 方向と Y 方向のね、センサーの電流が流れてくるところっていうのは3つのピンが並んでいるんですが、その真ん中のピンっていうのは絶縁されていてですね、PCB に迂回するような仕組みになってます。で、その絶縁されているっていうことですごくね、その真ん中のピンのハンダのノリが悪いんですね。でもこの PCB と基板をハンダでちゃんとですねつなげないと動作がしません。はい、ここまでで一応基本的なハンダ付けっていうのは終わってます。ただこっからね、もう一個ジャンパー線みたいなものをねハンダ付けしなきゃいけないんですけど、さっき言った3つある端子のうちの真ん中の部分のハンダ付けっていうのはまず一つとても難しいところで、もう一つ難しいところはこのジャンパ線のハンダ付けですね。キャリブレーション PCB の真ん中ら辺にある端子と、絶縁されている端子、これを宙で浮かせてですねハンダ付けしなきゃいけないっていうね、そういう手順になってます。これがまあ難しいですね、普通に。一番難しいのはさっきのね真ん中の絶縁されてるところを避けてキャリブレーション PCB と基板をハンダ付けするところなんですが、これもね相当難しい作業だと思います。かなり細かい作業を好きでかつ上手い人じゃないととてもじゃないけどできない作業だと思いますね。もうこの辺になるとね、カメラなんてそっちのけでハンダ付け作業に集中しちゃってますが、はい、できました。ちょっとね分かりづらいんですけど、はい、それでさっきのね、キャリブレーション PCB と基板のハンダっていうのとこのジャンパ線のハンダっていうのは2箇所ずつやらなきゃいけないんですね。それだけ難しい作業が4回あるっていうことで非常にそこは苦戦しました。実はこのキャリブレーション PCB1 回目はねちょっと失敗したんで1回全部外してもう1回やり直すっていうこともやったり、ジャンパ線がねこれついてるやつが結構細すぎてうまく使えなかったので、別途ねスズメッキ線を持ってきてハンダ付けしたりとかしてます。でこれがちょっと見えますかね、このジャンパ線が宙に浮いて接続されているっていうのがね。はい。できたらですね、普通に DualSense Edge のスティックモジュールに組み込んでいきます。もうね、こういう作業がどれだけ楽かっていう話ですよ。本当に。ハンダ付け作業があまりにも難しくて、この作業に入るときはちょっとホッとしています。このぐらいねケースを閉めたら一旦動作確認をするといいと思います。ちゃんとネジを閉めたりするのはねまた開けたりして手間なので、はい、無事ついたら動作確認をゲームパッドテスターでやっていきます。このようにですね右スティックを見てもらうとわかるんですが、普通に右スティックを動かしたらちゃんと反応すれば OK です。でこっからはねキャリブレーションをやっていくんですが、スティックを最大に倒した状態で USB ケーブルをつないだ状態ですね。そうするとこのように斜め方向にね回転するので、ここでですねスティックを最大角度で3回または4回回転させてスティック押し込みボタンを押します。そうするとデータが保存されます。それで今この状態になってくるんですけど、一回 USB ケーブルを外してでコントローラーの電源をオフにします。で次ですね、ボタンを押したままそのまま離さずに USB ケーブルをつないで電源をオンにします。そしたらですね、右スティックを左右上下に動かすとですね、このように微調整ですね、中心位置の微調整ができます。終わったらスティック押し込むボタンを押します。
そしたらこのようにですね、上下左右最大入力になるので、そこからまたですね、これ下の場合は上にどんどんスティックを倒していって、このようにですね、マックスじゃなくなるところを探します。そしてマックスになるようにですね、マックスじゃなくなる1個手前のマックス値に設定していくっていう感じですね。これを上下左右すべてのところでやります。これでキャリブレーションは終了します。で、上下左右すべて終わったらですね、はい、この状態でまた USB ケーブルを抜いて電源をオフにします。はい、これでですね、ホールエフェクトスティックへの乾燥作業が終了しました。乾燥作業が終わったらですね、早速ですけど、スティックのレスポンスカーブを計測してみました。この作業はね、いつも通りデジタルノギスのデプス原子で行ってます。はい、それでですね、レスポンスカーブ自体はもうすでにですね、見せた通りなんですけど、リニア化するにはスチーム入力でカスタムカーブを280でやると修正ができます。はい、そしたらですね、ホールエフェクトスティックに右スティックだけ乾燥したデュアルセンスエッジで、射撃訓練場に来ました。右スティックだけね、スチーム入力でカスタムカーブを280に設定してます。ドリフトを見ていくとですね、ちょっとこのスティック結構遊びが大きくて、そこは FPS 向きでいいですね。で、こう最後に入力した方向にドリフトする感じなんで、かなりセンタリングはうまくいってるような気がします。ほんのちょっと右に癖がついてるかな。これはね、またキャリブレーションし直せば修正はできます。そしたらちょっと打っていきたいと思います。基板がデュアルセンスエッジのものなので、ゲームへ入力される数値値っていうのもね、デュアルセンスエッジと全く変わらない値が入力されます。ホールエフェクトセンサーにね交換したと言ってもですね、エイムアシストの感じとかは全くねデュアルセンスエッジと変わらない気がしますね。ただちょっとだけねスティックの重さが、純正よりも重い気がします。実際にちょっと測ってみたいと思います。はい、そうですね。だいたい 80g フォースってことで、純正スティックの方が 75g フォースぐらいなので、だいぶ重いスティックになってます。なのでね、ちょっと近距離戦は厳しいかもしれないですね、このスティックだと。まあでも全然当てていけますけどね、腰打ちも。リニア感度に修正しない状態でこのスティックの重さだと結構しんどいかもしれないです。はい。今回はエレクギアのホールスティックリプレイスメントキットとですね、それでホールエフェクトスティックに交換したデュアルセンスエッジを見てきました。で、ホールエフェクトスティックがなぜ低感度になるかっていうところもね、ちょっとうんちくみたいに語ってきましたが、いかがだったでしょうか。あくまでね、これは私の説っていうかね、仮説でしかないのですが、実際ね、おそらく結構当たってるんじゃないかなってちょっと思ってたりします。低感度なね、理由っていうのが、そのセンサーの仕組みにあるっていうことですね。なかなかね、センサー側でそういう補正っていうのが難しいっていうことがあるのかもしれないですね。でもですね、コントローラー側ではね、補正することっていうのはいくらでもできると思うので、そういうね、本当にリニア感度なホールエフェクトのコントローラーとかね、出てきたらすごく嬉しいですけどね。はい、そしたらこの動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。